どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。さあ、ということでですね、一人で始まってるオープニング、だいぶ簡素な感じで始まってしまって申し訳ないんですが、ちょっともう時間がないので、担当直入に言いましょう。今回、ドッキリです。いや、なんかめっちゃ久々な感じするんですけども、何かというと、今、これ休みの日の朝なんですけど、だいたい朝方ってさやとパラちゃんが休みの日はね寝てるんですよ。なのでちょっと今このタイミングしか別個でオープニングを撮れるタイミングがないので、ちょっと慌てて撮らせていただいてるんですけれども、今回ですね、なんとドッキリだし、で僕が単体でドッキリするタイミングって大概案件です。ありがとうございます。はい。でこちら何の案件かと言いますと、さやさん大好き絶賛大ハマり中の AFK ジャーニーの案件でございます。でね、そんなさやさん大好きな AFK の案件だったらなんでドッキリすんのって話なんですけど、さやさんが最近 AFK やりすぎて、日常が AFK に侵食されすぎてて、ストーリーの限界までも永遠に進めては次のストーリーの更新を待ち、進めては更新を待ち、暇さえあれば課金をしっていうぐらいで、もうね、日常的に配信中とかいろんなタイミングで言うんですよ、さやさん。もう普通に案件しとるやんみたいな、もうナチュラル案件ずっとしちゃってるので、今回はちょっとそのタイミングでこちら AFK ジャーニーの新バージョン荒海に咲くバラがねリリースされるんですよ。っていうかね、この話を案件をやるっていうことを伝えていないさやさんから、 AFK の新バージョンもう来るみたいな感じですでに僕聞いてて、 AFK ジャーニーさんからも聞くわ、さやさんからも聞くわっていうことで、どっちからもなんかアップデート情報を聞くっていう謎の感じになってるんですけど、今回はその PR も兼ねつつなんですけど、その中でさやさんにドッキリを仕掛けられないかなということで、今回やっていく企画はこちら。ファンアートの中に夫の絵が紛れ込んでたら妻は気づくのか。以前ね、こちらの動画で妻が描いた絵が店内にあったら気づくのかというドッキリで、見事僕は気づかなかったんですけど、気づかなかったけど、あれはもうなんかさ、視力検査みたいな話だったじゃん。ちょっと遠くにあったから、なんとなくさや好きそうな絵みたいのは判別できてたけど、遠くにあったから気づかなかったわけよ。で、今回は何をするかというと、夏目さんちってファンアートのハッシュタグがあるんですよ。で、いつもね、それたくさん、ね、の方にファンアート書いていただいたりして、2人でね、定期的に見てはニマニマさせていただいてるっていうね、とても嬉しい限りなんですけども、ハッシュタグ夏目さんちの美術室っていうものがあって、そこに僕がハッシュタグ夏目さんちの美術室とつけて、新しく作ったアカウントで投稿していて、そしたら自然に巡回してるさやさんにバレてしまうのかというドッキリでございます。これね、意外とバレないんじゃないかなって思ってて、で、今回絵柄を特に隠したりもそんなにしないようには思ってるんですよ。絵柄隠しちゃったらそりゃまあね、バレないじゃないですか。あの時だって、前回のね、お店ドッキリの時だって、さやは絵柄を特に隠していたわけでもないので、今回僕も隠すのはフェアではないかなという意味で。でも、ファンアートのところに、夫が描いた絵が別アカウントで紛れ込んでるわけないと思うじゃん、普通。だから、それを逆手にとって、ちょっと2、3枚ぐらいは最低限描いていきたいなと思ってるんだけど、今回やらなきゃいけないことがあって、その数枚を投稿する中に AFK ジャーニーのアップデートで入る新キャラをちょっと書いてほしいということをいただいてるので、さやさんが紹介してたから AFK ジャーニーめっちゃハマっちゃった新キャラ楽しみみたいな流れで、ちょっと新キャラも書きたいなと思うんですけど、ちょっと一発目に書くのはちょっと新キャラではないので、その新キャラを書くまでに隠し通せるのか、隠し通せすぎたのであればむしろいつバレるのかみたいなところも合わせて検証していければと思います。それではやっていきましょう。どうぞ。はい。じゃあまずはですね、ちょっと早速絵を描いてるところをお見せしたいと思うんですけど、ちょっとこの撮影の前に事前にもうね、このオープニングを撮るタイミングが全然なくて、すでに1枚簡単にこう落書きレベルですけど描いてきたんですよ。ちょっと今こちらでまずはタイムラプスを見ていただければと思います。はい。というわけで、毎度恒例ドッキリの時、現在一人で始まるとなんかめちゃめちゃテンションが低い、かつなんか今回はさやさんにバレないように撮ってたのでめっちゃさらにテンションが低いっていうところからお届けしてるんですけど、早速1枚目を描いていきたいと思います。これ1枚目にね書かせていただくのは珍しくちょっと男の子、かなりなんかね、このラフの時点というかざっくり線画の時点ではかなりなんかこう柔和な表情なんですけど、徐々になんか顔がきつくなっていってはしまうんですが、これは、サヤジオ界のヴィラン
大ヴィランというスドーマンの擬人化ですね。スドーマンというキャラクターね、クリスマスの夜に炎を持って練り歩くという恐ろしいキャラクターなんですけども、この子をさやが以前の動画で擬人化を描いたことがあったんですよ。で、そのデザインが僕とっても好きで、さやにいつかこれをね、がっつり一枚絵として描いていただきたいなという気持ちもあって、まあ、夫ではなく、さやファンの一視聴者の弦として、今回はね、これを書かせていただいております。いつも通りアプリはプロクリエイト、線画は 6B 鉛筆で、まあ、ゴリゴリとね、アクリルブラシで塗ってっていうところで、さあ、1枚目、完成に向かっています。久々にちょっと男の子を描いたような気もするんですけど、結構いい感じの、好きな感じの色味にできたんじゃないかなと思います。これ、さやがね、喜んでくれるといいですけど。では、この後、またローテンションのゲンさんにバトンタッチしたいと思います。どうぞ。はい、タイムラプス中もねちょっと簡単に喋ってたと思うんですけど、ご覧いただいた通り今回1枚目のイラストはですね、スドーマンの擬人化を描きました。いや僕さやが描いたスドーマンの擬人化は結構好きで、さやにはもう一回ちゃんと描いてほしいなと思ってたの。あの時結構落書きみたいな感じだったじゃないですか。こちらの動画ね、このさやじを擬人化するという企画があったんですけど、その時に描いたさやのスドーマンの擬人化結構いいなと思ってて、さやに描いてほしいという気持ちも込め、あくまでファン目線で夫の弦ではなくさやのファンのゲンさんとして、いやゲンさんではないんです。今回投稿するアカウントはですね、先ほど作ったばかりのですね、ひよこ豆食べたいっていうふざけたアカウントなんだけど、たまたまさやがカレー食べたいって言ってて、でインドカレーってあるじゃないですか、ひよこ豆みたいなお豆のカレーってあるじゃん。なんかそれが目に入ったのでひよこ豆食べたいっていう名前にしてるんだけど、夏目さんちのゲンさんではなく、あくまでもさやさんファンの一視聴者としてここにファンアートを投稿していければと思ってます。一応夏目さんち関連だけでもフォローするかと今思ってはいるんですけど、一応フォローしとくか。フォロー通知でバレることはさすがにないとは思うんだけど、夏目さんちをフォローしました。でそしてじゃあこの状態のこのアカウントでハッシュタグ夏目さんちのひよこ組をつけて投稿していければと思います。このね、スドーマンっていうキャラが夏目さんちで最近やたらと出てきてるということなんですけど、クリスマスの夜に民家に火をつけて回るっていうところから始まった最悪なキャラクターなんだけど、でもきっとこれは濡れ衣だったはずなんですよね。わかんないけど、ここまで出てきてしまったからには彼をそんなキャラにするわけにはいかないっていう我々の使命感があって、それこそAFK に出てくる最初のねブレイズウィッチみたいな感じで濡れ衣というか、この見た目だから疑われてしまったみたいなところから主人公側についていくキャラであってほしいなっていう願いを込めてます。さすがになんかグッズに大量に出てくるようなスドーマンが悪すぎるキャラであるとちょっとまずいので、なんか信念のあるヴィランぐらいにしときたいですよね。まあそんな思いを込めて今回、うわ今パラちゃんが泣きましたという通知が今来たんで、多分もうすぐ最後起きてくるのでちょっと待って、もう投稿するわ。 OK、 夏目さんちの美術室、さやさんのスドーマンの擬人化描きました。まずちょっとこれを最初にポストしていきたいと思います。でこの後余裕があったら書いては投稿し、書いては投稿し、でいつバレるのか、そしてバレなかったらネタバレしをどうやっていくかちょっと考えなきゃいけないんですけど、やっていければと思います。それではポスト、ぜひこのポストを見かけた方いらっしゃいましたら、何卒よしなによろしくお願いします。はい、どうも皆さんこんばんは。ひよこ豆食べたいでございます。いや全然ひよこ豆は本当に食べたくないんですけど、どちらかというと苦手なんですが、いやそんなことはどうでもよくて、この後すぐ撮りました。もうね事件がね起きてしまいましたよ。まあ事件というか分かんないんです。まだねこの段階では、それが事件かどうかは分からないんですけど、もしかしたらこれ企画がもう一瞬でバレるんじゃないかっていう今なんかね危機感を感じてまして、その詳細についてはこの後ちょっと見ていただければと思うんですけど、なので先にねもうちょっとこれを書かねばということで、今回案件のね AFK ジャーニーのキャラクターナーラちゃんを書かせていただいております。これねグレイブボーンのキャラクターで、このアンデッド感っていうかがすごいね僕が好きそうなデザインだなと思いつつ、さやさんもよくグレイブボーンのキャラクターゲンさん絶対好きだよねっていうのをよく言ってくるのでね、これでちょっとまたバレるのかどうかっていうのが気になるところなんですけども、今回はですね、下書きをこれもしないで、鉛筆でグリグリ書きつつ消しては戻し消しては戻しっていうね、このあんまりなんか見せると恥ずかしい工程ではあるんですけど、そういうスタイルで書いております。いやでもね今回ねこれ塗っ
たりしていくと、よりいつものいつも僕は女の子を描くことの方が多いので、色塗りだったりないし、この女の子の顔だったりで、より源さんバレる可能性高まるんじゃないかとは思いつつ、はい。で、ちょっと絵の解説の方もね、していこうかなと思うんですけど、結構このベースになる、一番下にベタでバーンって入れちゃう色としては、塗り漏れ防止でもあるんですけど、お肌の色になる色で基本的には置くことが多いですね、人物の場合は。で、そこから上に色を重ねていって、色を塗り込んでいくっていうスタイルなんですけど、レイヤーを分けずにもう1枚で全部のパーツやっちゃうっていう感じですね。とにかく今回は勢い重視で描いてるので、もうレイヤーを分けずにぐりぐりと周りの色と混ぜながら、色を足しながらでやっています。で、グレイブポンといえばこの黄緑色、明るい黄緑色なので、この色が目立つように背景色もね、配置しまして、周りにハイライトもざっくり入れまして、完成。さあ、これをちょっと投稿しつつ、この投稿する瞬間に事件が起きるわけです。ご覧ください。はい、今、絵を投稿して、あらパラちゃん。パラちゃん、何してんの？何しに来たの？ごめんね、ちょっと待って、やめて。ごめん。今何をしてるかというと、さやさんは今、シャワーをね、浴びている最中なんですけどね。待って、ポストを保存しない。痛い。指を噛まないで、パパの。情報量が多すぎる。なんだこれ。ちょっとハキ。でもパラちゃんが打ったタイプか。残しておけばよかった。記念すべき初ポストだったのかもしれないのに。先ほどのね、このひよこ豆食べたいで投稿したスドーマンの擬人化なんですけど、405いいね入ってるんですよ。これなんでかなと思ったら、夏目さんちがいいねとリツイートをしていて、っていうことは、どっかの時間でさやが巡回した時にリポストしてるってことよ、これ。で、これを見た時に、なんか思ったんかなっていう。さやから何も言われてないんですけど、わかんないよね。でもどっちにしろもうさや見てるってことだね。初日にもうさやに見られちゃってて、検証正しくいけるのか、これは果たして。ただちょっとね、それをちょっと焦って、この今目のアイコン、これ実は今回の AFK のアップデートで入る。バカパワウじゃないの。ちょっとパラちゃん待って、ワウじゃないの。やばい、おてんばすぎる。おてんば娘すぎる。この目のアイコンはすごい。もう1秒目を離した時にやることがもうエキセントリックすぎる。うちの娘、パラちゃんがいる状況で動画を撮れないということが分かったんですけど、この目のやつはもう実は描いている AFK のキャラの絵の一部で、もうどんどん出していかないと、もしバレてしまったらその絵を出すタイミングもなく普通に紹介して終わってしまうので、ちょっとこの後出したいと思います。とりあえず AFK のイラストだけ先に出して、でその後明日の朝とかに余裕があったらもう1枚イラストを出していこうかなと。ね、そうだね、ごめん。カメラに向かって喋ってね、パパね。パパ。そう、これパパ描いたの、この絵。じゃあパラちゃん遊ぼう。一回止めるからね。よし、じゃあこの後ちょっとポストしていきたいと思います。あんな感じで遊んでます。はい、なんとか、パラちゃんの妨害をかいくぐりながら投稿したわけなんですけども、いや、かなりまずいですね、これは。結構、もう怪しいんじゃないかと。バレてるのかバレてないのか、ちょっと一旦まだ分かんないんですけど、なんぼさやから言われてないし、分かってないんですけど、ちょっとそろそろ怪しいのかなと思ったので、今回、もともと描く予定だったイラストですね。さやさんへ向けてのファンアートで、これだけは描かなきゃいけないだろうというやつ。これね、見てる方だったら分かると思うんですけど、これは見てない方のためにね、こちらの動画、こちらタイムカプセルで描いていたさやが描いていたね、電話ドラゴンくん。弟くんですね。東京タワーコラボで書いていた弟くんを、常々ね、さやがね、なんか源さんも書いてよみたいな、なんか急に謎のね、なんか源さん書いてみてよみたいなことを言われたりするんですよ。さやが書いてる男の子を僕に書いてほしいっていう要望をいただいたりすることがあるので、じゃあもう今回この機会にということで書こうかなと思ったんですけど、ただね、これね、ちょっともうこの後さやと落書き部屋の撮影を撮るぞみたいな形で、若干こうネタばらしの撮影につなげられたらいいなという気持ちではあるんですけど、だからその撮影までに投稿をしきりたいという意味で、制限時間が2時間ぐらいしかない状況で、ちょっとこの電話ドラゴンくんと弟くんを書かなきゃいけないという今状況になってしまってるんだけど、2時間に書くにしてはちょっとパーツが多い、こいつら。そしてちょっとこれ後でさやに文句言いたいんだけど、この子の資料がなくて、
いや書いている絵以上の資料がないじゃん。まあ当たり前なんですけど、パーツがどこがどうなってるのか分かんないのに皆さんよく書いていただいてるなと。本当ありがたいです。マジで。ありがとうございます。さやのためにこの子のファンアート書いていただいて。なんか書いてみて分かったんだけど、めちゃくちゃむずい。むずいというか、どこがどうなってるんだって思いながらすごいね、だんだん半分ごまかしながら書いてたんですけど、これちょっと後でさやさんに文句を入れようかなと思うんですが、制限時間着々と迫っております。多分あと1時間ぐらいのタイミングでやばい色塗らなきゃっつって色を塗ってる最中だと思うんだけど、まあもともとね色自体はさやがね描いてくれてる、もちろん絵があるから考えなくてはいいんだけど、もうあと1時間でそれなりに映える感じにしなければどうしようみたいな感じで、もうねまずギャンギャンのビビッドな色からもう入れていくみたいな。もうまだ全部塗り切ってないのにハイライトっぽくなる部分からも入れてお茶を濁しにいっている感じではあるんですけど、いやでもねちょっとねこの子かっこいいね。やっぱりこのさやの描いてるこの電話ドラゴンくんっていいね。このなんかさ電話の形してる竜っていうのもまあテーマではあるんだけど、このなんか男の子の周りというかキャラクターの周りに長いものがグリングリン巻かれてるみたいなの僕もともとすごい好きなので、今回ねすごく楽しんで描くことができました。はい。でそしてこの後ろの方はねゲンさん大好きなシルエット状にしていくことによって、この手前とね奥のなんかバランスを取りながら、そして色をさらになんかちょっと流れが足りんなと、色と流れが足りんなと思ったので、この弟くんが何かをこうブシャッと刺して切り伏せた後にカラフルな血が飛び散っているというようなイメージで描いております。何の敵と戦ってるかは分かりません。僕はかなり時間という敵と戦っております。まあこれ見てもらってさやはどんな反応するのか楽しみにしたいと思います。それではどうぞ。さあということで無事最後のファンアートも描き終わりました。落書き部屋の撮影をする体でねさやを呼び出したので、果たしてさやがこのドッキリに気づいてしまってるのか、それとも全く気づいていないのか、バレてては欲しくないんですけど、ただなんかこう夫としてはなんとなく絵を見で気づいても欲しいっていう複雑な心境ですねそれでは確かめていきましょう。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。いやもう気楽に挨拶なんてしませんから、そう簡単には出しませんから。何が急に落書き部屋になったからってやめろよその。ということで今回落書き部屋なんですけど、落書き部屋を更新する才能があまりにもなくてちょっと待って、前回いつだ最後、前回もう2ヶ月前ですね。てなわけで、今まで落書き部屋を定期的に更新しては止まり、定期的に更新しては止まりを繰り返してるので、はい、たまには気楽にね仕事の合間に落書きでもしようかっていう、ほら落書き部屋じゃない、考え方が本会を遂げた。本会だよねこれがね。今回はだから、はい、世にも珍しいただ雑談しながら落書きをしよう、最近あったことなども話しつつ、そうだね。はい。いやもう話したいこといっぱいあったような気がするけど、書き始めたら大体な、考える端から消えていくよ、しかもなんかめたいこと言っちゃうとさ、落書き部屋でたくさんトークのエピソード消費するとメインチャンネルで話すことなくなるなみたいなとこない？うわ YouTuber。 まあいいや、やりますか。YouTuber のよどみ、今の。よし、じゃあさやさんね、ご安定のね、本当に気に入ってるんだこれ。これ100均の固形水彩。これはすごく使いやすくて楽だし、もうだってパーンパパパーンってさできるわけじゃん、だけどもし使うんだったら紙はちゃんとネットとかでこういうスケッチブック売ってるから、ぜひこういうのを買って、こいつを思う存分暴れさせてほしい。それは何ですか、その紙？この紙ですか？これはあれです。さやさん大好きミュージシャン。元気出せって。ミュージシャンの落書き部屋だからってやっていいことと悪いことであるんだよ。わかるさやさん。むずくない？言ってみ？ミューズ社。腹立つミューズ社の早口言葉思いついた。ミューズ社に所属するミュージシャン。ミューズ社に所属するかっけえ早く。本当に。なんかないの最近あったこと？でも最近と言わずなんだけどさ、マジでさエアコンのリモコンどこ？それはそう。寝室のエアコンのリモコンがそうないの？
そうです。なんかしかもしばらくない。そうしばらくなくて、パラちゃんがどっかにやった説か、さやがどっかに捨てた説か。いやね、ちょっと本当に困ってて、これはいろんなとこで言ってるけど、ゲンさんが暑がりで、さやさんはこうどちらかというと寒がりみたいな。だから、そういうなんかデマが。デマじゃねえだろ。なんだその予防線。いやでもやっぱ寝るときはさお布団かけれるわけじゃない？そうだから別にさやさんもそうそうね、温度が多少低くてもさ大丈夫なんだけど、最近ねゲンさんね、朝起きるとさめっちゃお布団にくるまってんのよ。もうこの温度は一体誰を幸せにするんだと思って。でもさ寝始めのタイミングはまあね正直なところ暑いマジか。で朝はひんやりしてる、なぜか。最近といえばだから落書き部屋を最近取れていないわけですよ。いやそうですね、落書き部屋でやりたい企画はいっぱいあるじゃない。ある。それこそなんか今日みたいなことちょっと最近取れてないから取りますわみたいなこの感じめっちゃ好きでやりたかったよ。こういう感じね。でもこういうのやるとタイトルつけると結構大変なんだよね。再生回数に取りつかれた鬼め。そんなことはない。最近のゲンさん本当になんかつきものが落ちたかのようにあんまりそういうこと気にしてなくない？でもそのつきもの落ちきられるとちょっとそれはそれで困るね。リアルだな。リアルだな。だからやりたい企画は結構やろうみたいな。はい、ワンチャンさやからファンアートの話をしてくれないかななんて思ってたんですけど、なんかこのままだと普通に楽しく落書き部屋の撮影をして終わりそうですよね。なのでさりげなく夏目さんちの美術室についての話題を振ってみたら、ちょっとどういう反応というか何の話をしてくるのか、ちょっと話をしてくれるんじゃないかなと思い振ってみたいと思います。でもそれで言うとさ、落書き部屋でやりたい企画が夏目さんちの美術室に上がっているイラストを見るっていう動画、いいねを落書き部屋で普通にやりたいなと思って。いやね、あれは本当に楽しみだよ。見るのいつもありがとうございます。定期巡回をしてるんですけど、ちょっと最近僕ここ数日は見れてないんだけど。それで言うとさやさんこの前さ見てたわけですよ、皆さんの送ってきた。ね、そうさやも定期的にいつもね見てますよね。いやなんかさ、なんかちょっと感動しちゃったんだよね。何が？ゲンさんの絵にすごい寄せてる方がいて、ゲンさんの絵にすごい寄せてる方がいて、なんか塗り方とか色の付け方とかがゲンさんリスペクトすごーと思って、ゲンさんリスペクトすごーと思って。でもなんかたまに上げてくださってる人の中でも、ゲンさんの絵柄みたいにこういうの描きましたみたいな言ってくれてる人もいて、なんかそういう風に思って描いてくれるのって嬉しいなって思いながら。いや本当でさ、さやさんがやってるのを見てやってみたいと思って水彩画やってみましたってさ、こういうコメントつけてイラストつけてくれててさ、いやなんかさすごい嬉しくてさ、なんかねそのゲンさんのさ、絵の人もだし、ゲンさんの絵に似てる人もだし、なんかさやさんの水彩画を目指して頑張ってますと言ってくれる人もだし、なんか夏目さんちって幸せだなってめちゃめちゃ思った。夏目さんちって幸せだなってめちゃめちゃ思った。検証結果、さやは夏目さんちの幸せをかみしめるでした。いやまあ本当嬉しいし、ありがたいことではあるんですけど、でも皆さん本当にいつもありがとうございます。なんかちょっと不思議なテンションになってきちゃったんですけど、これ以上はちょっとさやさんが皆さんからの愛を感じるコーナーになってしまいそうなので、まあそれはそれで素敵なコーナーになるんですが、ちょっとねここから企画のネタばらしをしていければと思います。いや幸せだよな。いやありがとうございます。それいつ見つけたの？でもね割と最近だよ。見よう。これね、この方だ。そうなんか、黒の入れ方とかもさめっちゃ原産味あるよね。すごい腕のなんかこの辺の黒すごくない？ここね。そう僕やるよ。素早く絵描きたい時によくやるこれ。そこを見てたのかな。そういうことかな。今他の絵もなんかすごいよ上がってるよ。見たい。ゲンさんっぽくゲンさんが好きそうなキャラ描きました。っていうかナーラじゃないこれ。ナーラって？ナーラAFK アリーナの時にさめっちゃお世話になった、後ろの方にいる敵をこう斧でザクって刺してギュッて引っ張ってボコスカに殴るやつめっちゃお世話になった。すごくない？すごくない？でもゲンさんっぽすぎない？なんか奥のさこの黒の抜き方すごいな。僕これもよくやるんだけど。代弁するのやめてほしい。これ僕がよくやるんだけど。よくないよね。僕が書いてるわけじゃないもんね。
この鼻とかのハイライトの入れ方がめっちゃ源さんっぽいんだけど、源さんナーラちゃん描くかな。何の話をしてる？いやなんかもう、源さんがだってなんかさ、なんか僕がよくやるんだよねとかって言い出したから、すごいだから僕をリスペクトしてくださってる人ってことでしょ。だってこの人。私はそうだと思ったの。そうだと思ってすげえと思って。なんか新しいのも書いてる。待って嬉しい。めっちゃこれうちの子やん。あまりに似すぎてないか。すごいなんか自分で描いた絵を見てるような。いやめっちゃ感情入ってなくないか今。自分が描いた絵を見ているようだって。てかそう、このキャラ描くのみんなすごい大変だと思うのに、皆さんいっぱい描いてくれてて本当に嬉しい。本当に資料が少ないこの子。許せない。なんでそっち側なんだ。なんでそっち側なんだよお前。ちょっと待って一回さスドーマンに戻ろう。スドーマンね。嘘だろ。これ企画名言っていい？ムカつく。ムカつく。これファンアートの中に夫の絵があったら妻は気づくのかな。正解。ドッキリ大成功なのか？成功だよな。だってリツイートしましたよね。このスドーマンリツイートしましたよね。すごい。これ僕焦ったんだけど、バレたと思って。リツイートしたということはもう見たということ。この絵を。いやもう見てすごいと思って、なんかめっちゃ源さんリスペクトだと思って。なんかこの青のさ入れ方とかさ、よく見てるんだと思う。源さんの絵。俺がいやそうなんです。そういう企画今回、AFK ジャーニーの案件です。むしろナーラちゃんが混乱を呼んだ。逆にそうそう。でも知ってる？知ってますよ当然。AFK ジャーニーがアップデートすることも知ってますよ。だってもう AFK ジャーニーやり込みすぎてサーバー100位以内に入りました。めっちゃやってるやん。サーバー順位100位以内に入ってとっても嬉しいんです。それぐらいさやはやっている AFK ジャーニーの案件なんですけども、なんかさや思ったよりびっくりしてなくて、僕なんかちょっとしょんぼりしちゃった。どういうこと？このびっくり伝わらなかったか。すごいなんかスンってしてるから、ごめん期待外れだったかと思って。何ドシーとか言えばよかった。いやなんかすごいさやめっちゃ冷静だからもうバレてるもんだと思ってる。いや全然バレてないよ。スドーマンのイラストを見た時はもう本当にすごいな、源さんのこと多分すごい見てくれてるんだなって思って、でナーラちゃん見て、すっごい源さんの絵にそっくり。でもナーラちゃんってことはでもだから源さんじゃないなって思ったの。そうでも覆っちゃった。この顔は源さんやろってなっちゃった。この顔そうかな。この顔源さんでしょ。なんか微妙にぼかせないかなと思って、なんか途中からちょっとスドーマンやりすぎたと思って。投稿初日に見つけられた僕の気持ち終わったと思った。まあじゃあ大成功ってことでいいんですか？いや大成功だよ。もうなんかもう今までは源さんに似てる人だと思ってたんだよね。そうなんですよ。検証結果意外と夫の絵分からん。いやでも分からんってだってさ分からんよな。でもなんかやっぱ思い込みあるよね。こういうのってね。確かに確かに。あるわけないってなんか思っちゃうんだよな。別にそもそも構えてないと気づくわけない。いやそう。すごい似てる人だなで終わりよ。すごい。意外と気づかないというもんです。意外と気づかない。でこっから先が重要で、AFK ジャーニーの PR、あとよろしく。どういうこと？心の準備。俺は今日気楽に落書き部を取りに来ただけの一般市民なんだが。僕は AFK ジャーニーのアップデートを紹介するパートについての責任を一切負っていないので、今回僕がやるべきことは、AFK ジャーニーで今回のその荒海のバラの今回の大型アップデートが来るというのはさやさんは当然知っている。9月19日。すげえ。もう日にちまで分かってる。だって始まる1日前にガチャ券もらえるやつ買っちゃったから。そうなんだ。ではここからバトンタッチして全く打ち合わせをしていないさやさんに AFK ジャーニーの魅力と今回のアップデートについて喋っていただこうと思います。台本も全くなしできっと喋れるだろう。かわいそう。落書き部屋でさベリーをイメージしたイラストでも描こうかなとか。そうだからこれ落書き部屋だからモザイクですこれ。これ映すな。まあでもいい、この絵はいいから後で描きな。後で描きな。落書き部屋でね。分かった。はいこちら AFK ジャーニーのオープニング画面。触んないで。なんで？
スタートするんじゃないの？タップしないよ。この画面が好き。この画面からまず見ろよ。この画面を見たいがために1日3回ぐらいアプリを再起動するっていうのをやってるんですね。何それ。確かにここの画面めちゃくちゃいいよ。いや好きなんですよ。でタップしてスタートするでしょ。見てて、見てこの可愛い画面。うわ可愛い。というわけでやってまいりました。じゃじゃーん。AFK ジャーニーのまず中心地になる成績帳です。成績帳ね。まずは大型アップデートが出てくるのでこちらですよ。後悔に咲くバラ。9月19日リリースされます。スローガンが混沌を制する群雄の号令。めっちゃかっこよ。めっちゃかっこいいね。新シーズンということで、新英雄というのが出るのが今回の肝なわけで。いやそうそうそう。で今回 AFK さんにいただいてた夏目さん家にやってほしいですって言われてた内容は新バージョンで出てくる新英雄を紹介してくれと書いてほしいっていうのをいただいてまして、グレイブボーンでナーラでセレスチアルでドレアルで僕はナーラちゃんを描かせていただきます。だからさやさんはドレアルを描く。ムキムキのおじさんをムキムキのドレアルさんをこの後書いていただいて絶対私じゃないか逆だったかな。いやでもね、ゲンさんのナーラちゃんもすごい可愛いのでね、これはこれですごくいいんですけど、じゃあぜひさやさんはこの後新英雄のドレアルを書くね、タイミングがあると思うのでよろしくお願いします。頑張ります。そして新マップが出るということで、新たな海マップが探索可能になる。いやもう超楽しみ。マップ見てこれ。すごい。これ今これオープンワールドなんだもんね。そうそう、これ今のね公開されてる時点のストーリーのあれ。多分見る人が見たら分かると思うんだけど全部やってるってことですか？あ、そう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 。友達いないからね、こういう友達と一緒にやるやつ全然できない。ああなるほどね。ストーミー海峡、スカンディア諸島、フロトゲのみ。はい。本当に楽しい。感情がこもってる。いやね、キャラクターの会話がすごい楽しいのよ。そう。旅の途中のね。そうそうそう。その辺にいるね村人さんとかもいっぱいいるんだけど、その人たちと雑に会話するのも楽しいの。何よりさやさんが一番このゲームで推してるのが主人公なんですよ。ロアン君よりも。ロアン君も好きなんだけど、主人公はさやっぱずーっとストーリーについてきてくれるじゃん。そうだからなんかね、変な選択肢で会話してくれるの。僕顔がいいからとかって全然言うの。確かにそれ好きそうなタイプの。そう、それが新しくまた新シーズンで見れると思うと本当に僕は楽しみで楽しみで、はい。でそして新報酬っていうのがありまして、7日ログインイベントが新しくなってシーズンピックアップチケットやエピック英雄選択箱がもらえる。やったねらしいです。ログインするだけで英雄もらえるやつですね。強いやつがね、すごいですね。でさらにミッションを達成すると無料でジェイデン専用のマントアイテムやメリスのスキンなどの報酬が手に入るらしいです。ということは見た目を変えることができるキャラクターの、今回のさ、この新シーズンにさやさんの大好きなロアン君の新スキンも出るので、なるほど。もらってる情報じゃないよ情報もポロポロ。あ、ごめんなさい。AFK さんからもらってる情報よりさやさんから出てくるから、もらってる資料を読む意味あんまないなと思ってきた。あ、本当大丈夫だよ、読んでもらって。まあとにかくさやが大ハマりしている AFK ジャーニーが今回大型アップデートが入るということで、さやさんもう一度思いの丈を話していただいて。本当にいいんですか？見て、この背中に背負ってるクソデカ砂時計アリーナっていうね PVP のねモードがあるんですけど、それで200位以内に入るともらえる。本当にやってるね。パーティー見せて。パーティー？まあこんな感じです。可愛いんですよ。まあいっぱいいるね。これ今メインメンバーなの？あ、そうそう、ここの5人が今さやが一番メインで使ってることだ。しかもね、見て、こうやって並んでくるんだよ、こうやって円卓にね。そう、嬉しくない？もう視認できる喜びっててなわけでもさやさん大ハマりの AFK ジャーニーですが、概要欄にあるダウンロードリンクからぜひ皆さんダウンロードしてみてはいかがでしょうか。はい、ギフトコードもねこちら記載してありますので。ギフトコードリッチだよこのゲーム。でもこの画面、これさ前回のさゲームチャンネルでこの動画撮った時もこの画面に対してめちゃめちゃ喜んでたよ。喜んだね。ミステリーハウスっていうみんながねこうやってわちわち歩いてくれてるところなんだけど、もうここのスクショがマジで止まらん。この子とこの子ここに一緒にいるやんパシャンっていうのを。さやさんのさ最近のカメラロールの中が AFK の謎画面スクショパラちゃんパラちゃんパラちゃんワラちゃんワラちゃんみたいな、そのぐらいの頻度で AFK のスクショが挟まってる。本当にそんな感じ。情熱がすごくて。いやそうだって多分メインチャンネル見てる人の中で知らない人もいるかもしれないんだけど、さやさん実は AFK ジャーニーがリリースの時のお祝いイラスト、あ、そうなんですよ。結構ドーンっていう感じで描かせていただいて、イラストを描かせてもらってもう本当にもうそれも嬉しいし、もうリリースされたのも嬉しいし、この画面も嬉しいし、ありがとうございます。私に生きる元気をくれてありがとうございます。ということで、今回はドッキリは大成功
さやさんの好きな AFK のお話もできた、うん、そして今からさやさんはどれやるを書くとムキムキなおじさんか。そうセレスチアルってことはこれ神様ってことなんだよ、神様のおじさん書かなきゃいけない。神様のマッチョのおじさん書かなきゃ。出せるかな。ひよこ豆食べたいさんも見たいって言ってた。でもひよこ豆食べたいさんさやのさキャラクターいっぱい書いてくれてさ。そうだよそうだよ。だってさやすごい元気もらったからさ、ね自分の携帯の中にひよこ豆食べたいさんのアカウントがあってスッて切り替えるのやめてほしい。すごいだって出会えてよかったっていうリップいただいてる今。この動画が出るまでは皆さんきっとゲンさんをすごくリスペクトしている方という認識で皆さんにはあと2週間くらいいただくことになるんですけど。いや私もそうだったからね、はい、今後は、ゲンさんとひよこ豆を食べたいさんで相談しつつ、ゲンさんが落書きを上げるアカウントになるかもしれない。言ったからには上げるんだよ。ゲンさんひよこ豆食べたいさん次第それは。ゲンさんが上げた方がいいんじゃないって言うかもしれないんだけど。便利な人格だな。ということで皆さんぜひ AFK ジャーニー遊んでみてください。よろしくお願いします。それではタイムラプスもご覧ください。どうぞ。さあということではい、いやもうすごいひよこ豆食べたいさんのね、動揺を引きずっておりますがね。引きずってるんですか？引きずりますよそりゃ。というわけでさやさんもね今回ねドレアル様がいらっしゃるということで、はい書かせていただきましたが。ドレアル様ちっちゃくないか？なんかマーリン様書きたい欲のがなんか勝ってないか。いやちょっとね最推しのマーリン様をね、ちょっとね書かせていただきたくなっちゃいまして、今回コピックなんですね。そうなんですよ、今回ちょっと久しぶりにコピックもねやりつつ、いいね。そうドレアル様やっぱセレスチアルっていう神々のね、種類の方なので強いね、キラキラ感出したいなと思って、今回はねコピックをチョイスしまして、いや珍しい久々のさやさんのコピックターン。いやめっちゃ楽しかった。いやでもこれ今書いてるさやさんはね、新シーズン来るね数時間前のさやさんなんで、確かに心がそわつきすぎてる。そわついてるよね。もう書いてる場合じゃねえぐらいね。いやそう本当に書きながら精神統一してるみたいな。いやねでちなみに喋ってるさやさんは新シーズンをもう迎えてニッコニコのさやさんですね。マジでさ一生やってんの今日。いやもう今日からだよね。いやそうなんですよ今日からなんで。ちょうどね、そうなんですよ。いやマーリン様のね新しいお洋服とかもね、着てねもうニッコニコですよ。いやでもどんどん重ねていきますね。なんかすごいお肌もいい感じの。これあれか、これもう完全にドレアル様に神々しく照らされてるマーリン様ってことね。いやそういうことです。もうやっぱねもう光ってるんで、あとねやっぱこう神様なので、ガチャのね種類がねちょっと違くてね、星のクリスタルっていうアイテムを集めるとこのドレアルが出るガチャが引けるんですけど、なるほどね。今回ねもう星のクリスタルたっぷり書いといたんで、そういうことね。もうこれ周りにあるやつね。そう X でさよくさほら言うじゃないですか、書いたら出るみたいなさあれ。そうそれそれはもうドレアル出ろっていうやつね。いやそうドレアル出ろですよ。出てほしい。出てほしいよこのおじさま。そうめちゃくちゃマッチョの。いやめちゃくちゃマッチョよ。もう神然としてるような。いやそうそう。ドレアル様。いやね公式でね発表されてるドレアルの三面図がねもう公開されてるんですけど、ちょっと見ちゃったんだけどさ、その話？はい。マッチョのおじさまが剥かれてるよね。いやもう完全にすっぽんぽんにされてる。すっぽんぽんにされて、なんなら髪まで剥かれてない。ちょっと髪もひげも取られてるね。そんなに見せてくれるんだってくらい三面図出てんだよね。そう公式の資料がね公開されてますね。パーッと書いてくれとおじさまの。いやそういやもうぜひ気になる方はねぜひトレアルさん。確かね海外の方のね公式のアカウントの X のアカウントで公開されたので、ぜひ気になる方はドレアル様のすっぽんぽんのお姿もご確認ください。これさよく見たらさ、右側で映ってんのなんすかこれ。右側で一生画面映ってんのってもしかしてさ。やめてくださいやめてください。書きながらやってたな。いやこの時新シーズンと切り替わる直前まで順位争いですごい頑張って戦ってたんで。そうだよね。なんか横でチャカチャカ動いてんのスマホって思ったらおいおい案件なのに画面映すんじゃないよって思ったら案件かい。だって100位以内に入らないといけないと思ってマジでやってるよね。いやでもなんかそうこう言ってるうちすごい光り輝いてきたね。いやそうなんですよ。でもコピックってね結構はみ出しちゃいがちなんですけど、この後さやさんが歴史改変ならぬ千賀改変とか始めるんで。千賀改変。そうさやさんってやっぱさ性格がさズボラだからさ、死ぬほどはみ出しちゃうのよ。まあそうだけど千賀を上からゴリゴリ書いていくことによって、歴史を改変ならぬ私ははみ出していないということができるんですね。この上からねまたコピックマルチライナーを使ってね、いろんなカラフルなペンをまた足していくわけですね。そう線画をねちょっと整えつつ、は
はみ出したところも線画で埋めつつ、私ははみ出してなんかいない、そうだよねっていうのを作っておりますさあそして完成。いやめちゃくちゃいいね。はい、なんかちょっとキラキラ感出たかな。ね、すごいもう久々のさやさんのコピック。てか前よりさ、コピックなんか使い慣れてる感じあるよね。いやなんかこう繊細にかつ大胆にいくようになりましたね。やっぱり毎回最後解説できなくて雑になるんだよな。さやさんのそれここがいいとこだよね。まあね、これからもね、ひよこ豆食べたいさんはさやさんファンとして頑張っていきますんで。ありがとうございます。よろしくお願いします。今後も活躍を応援しております。AFK もよろしくお願いします。よろしくお願いします。強こき。